それでは1番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回は推しシリーズです。私の推し活を推し様はどう見ているのか、コメント、DM、SNS 投稿などまとめて推し様どう見ているのかっていうことについて見ていきます。よろしくお願いします。はい、では早速ですが、まずあなたのコメント、投稿などを見てどう思ったのかっていうカードを出していきます。それではこちらが推し様があなたのコメントを読み上げた時にどう感じたのかっていうことを見ています。まずね、ここに推し様が一人でリラックスしている時、お風呂に入っている時とか、多分ねこれエゴサーだと思うんですよね。自分自身の、活動のことを振り返っていて、お風呂入っている時間とかゆっくりしている時にとか休憩タイムに見ていて、あなたのコメントを後から見ているっていうのが伝わってきます。リアルタイムで読み上げていくというよりはね、後から見て、多分タグ付けとかでね検索したりとかして、あなたの投稿を見ていたりとか、後から自分の配信を振り返ってあなたのコメントを見ていたりとかっていう感じがしますね。振り返りっていうのが入ってきています。そしてたくさんの意見をくれているなっていうのが伝わってくるんですね。あなたが常日頃から何度も推し様について投稿していたり、つぶやいていたり、コメントを残したりしているんじゃないんでしょうか。より良い関係を築き上げたいっていうのが伝わってきますし、あと様々な意見を出し合ってるっていうのが入ってくるので、あなたも推し様に対して時にはもっとこうした方がいいんじゃないかっていうようなことも言ったりとか、今日のこういうところが良かったとかね、その時その時によって感想を述べているっていうのが入ってきていますね。いろんな意見があっていいじゃないっていう風に、あなたがいろんな意見を、出しているのはお日様のためになるんだというその思いがお日様に伝わっています。またあなたのコメントを後から振り返ってみて、自分の刺激になっていたりとか、自分が今後どうしていこうかなっていうね、参考にしているところもあると思うんですね。ファンの声、ここが良かった、あ、そうなんだ、じゃあこういうふうにまたやっていこうとか、ここはもう少しこうしてほしかったっていう声に対しては、あ、そうなんだって、じゃあここは少し直して軌道修正していこうかなっていうね、指針にもなっているし参考になっているよっていうのが伝わってきます。まず間違いなくコメントは見ているだろうし、投稿とかもね見ているだろうし、自分でこうリラックスタイムに見ているよっていうのが入ってきています。なので活動中ではなくて、このプライベートの時間であなたのコメントを読み上げていると思いますね。とてもね前向きに捉えてくださっています。どんな意見をあなたが言っていたとしても、それはそのお日様を決して傷つけるようなことではなくて、いろんな意見っていうのは今日はねこうだった、ああだったとかね、そういう感想に近かったりとかするんじゃないかなと思うんですね。長くずっと応援し続けているからこそだよっていうこと。そしてここですね、このとても綺麗なカードです。過去にさよならっていうシャドウキャットのカードなんですけど、これはとても前向きなカードです。このあなたの投稿やコメントを見て励まされて、自分が前を向いて歩けるようになったとか、自信がついたとか、すごく嬉しいカードですね。その囚われていたことにさよならすることができた。前に誹謗中傷とかがあったのかもしれない。自分の活動についてどうしようって悩んだこともあったかもしれない。そんな時にあなたの応援とかコメントとかを見て前向きな気持ちになれたんだとか、気分転換になったんだよっていうのが入ってきています。疲れた心が癒されたとか、元気が出たとか、そういうのが伝わってきますね。
はい、ではここから先なんですが、お日様とあなたのことについて、今のねお二人お互いの関係性やこれからっていうことについて見ていった後に、お日様からのメッセージをもらっていこうと思います。はい、すごくねあなたが長い期間、またはね濃い時間お日様を応援し続けていたんだよっていうのが伝わってきます。ではタロットカードで出していきましょう。それでは今後のお二人について見ていきましょう。お互いの関係性や流れですね。ここすごく素晴らしいカードがあなたの位置に出てきています。カップの9です。深く感謝しましょう。今ある日々、そしてお日様からいただいている愛情だったり感情、そして豊かさ、恩恵、推し活していてあなたが受け取っているものありますね。お日様からもらっているものです。はい、とても見ていて嬉しいな、楽しいな、応援したいな、自分の癒しになるなっていうね、これですね。これに深く感謝をして、お日様が元気に活動し続けられることに感謝していきましょう。今あなたのこの楽しいなって思える時間を提供してくれている方だからっていうことでメッセージが伝わってきています。お日様も節制のカードが出てきていますね。自分の制限を外してお日様も自由に活動していく近未来っていうのが出てきています。お互いの距離感もとても良いので、いい推し活をされているいいバランスなのではないかなと思います。お日様にとってとてもプラスになるような応援の仕方だなっていうのが伝わってきますし、お日様もそのように感じてくださっていると思います。そしてこちらが今そのあなたの推し活についてワンポイントアドバイスっていうので出していますね。まず着実にこのままゆっくりと応援していきましょう。あなたのペースで構いません。そしてナイトのカードなので自分から動いていくっていう動きのあるカードが入っています。マイペースです。はい、急いで何かをする必要はないんですが、あなたが自分で望んでいる方向に着実に進んでいきましょう。欲しいものがあれば時間がかかってでも構いません。お日様のために何かね費やすとか動くとか、あなたの方から近づいていくとか、これからもずっと応援し続けていくっていうのが入っています。長く安定して落ち着いて推し活をし続けられるのかなっていうのも入っていますし、あとこちらのハーミットのカードですね。今自分の中でやらなきゃいけないこと、見つめなきゃいけないことあるよっていうのがねポイントとして入ってるんですね。これからの推し活を進めるにあたって何を見つめればいいのか、シャドウキャットからもらっていきましょう。推し活している以外にあなたが目を向けることがあるのか、それとも今その推し活をしている中であなたが何かに気づく、何を見るっていうことのヒントになるのか、1枚もらっていきましょう。見てくださいって出てますね。はい、喜びの再会、素晴らしい、とてもね楽しいカードが入ってきました。また会えるよということはそうですね、推し活に当てはめるのであれば推し様とまた会えるっていうきっかけ、ヒント、今ピンとくる方もいるかもしれない。例えばライブやコンサートのチケットに当選するとか、オンラインミーティングで会えるとか、再びっていうことがあるのでまたチャンスがやってくるし、それはすごく喜ばしいこと、嬉しいことなんだよって、今ここに目を向けてねっていうメッセージも入ってるんですよね。あなたの中で考えなければいけないことがある。それは嬉しい再会にすることだよ。また再び会う時には楽しい時間にすることだよっていうことです。なので今この言葉を聞いてピンとくる方もいるかもしれない。また推し活以外のところでね、この再会っていうのが当てはまってくる方もいるかもしれない。そうですね。誰かと再会する、多分ね推しつながりだと思うんですよね。やっぱり再会っていうのが入ってますから、
またお日様に会うチャンスがやってくるとか、また推し活を通じてあなたが再び、例えばね、同じ同士の方、同じファン同士でつながりがまた再びね巡ってくるとか、あなたにとってはすごく嬉しいことだろうって、そこに目を向ける、誰かと再会する、お日様と密に会えるきっかけだったりするんじゃないかなと思いますが、再び目を向けるところ、もう一度チャレンジする、再会だからね、再び会うだから、やってみたかった、会ってみたかった、知ってみたかったことにもう一度トライするとか、あと懐かしいなって思える場所にもう一度立ち戻ってみることとかね、再会っていうことで連想させられることといったらこのあたりかなと思います。離れていた距離が近づいていくとか、まさしく今このお日様と再び近くで会える、顔が見れるとかね、撮影現場で会う、見学できるとか、そういうチャンスもやってきてるのかな。ここに目を向けてくださいっていうアドバイスカードも出てきています。では最後にお日様からあなたへ伝えたいメッセージをお届けしていきます。やはりカップの9も入ってるので、あなたにとって嬉しい出来事がこの近未来に訪れそうだし、やっぱりね、喜びの再会とかも入っていますから、お日様に会えるチャンスがやってくるんじゃないかなと思います。またはライブ配信中にコメントを読み上げてもらえるとか、そういう嬉しいこともあるのではないかなと思います。ね、お日様も今のそのあなたとの距離感、とても気に入ってる、満足、嬉しいなっていうのも伝わってきますので、プライベートの休憩タイム、リラックスしている時間に見ているし、心がとても前向きな気持ちになれるよっていうのもね、伝わってきます。あとはお日様からのメッセージ、あなたに伝えたいことです。はい、準備万端っていうカード、そしてフレンドシップ、なんでしょうね、なんかたくさんのねファンミーティングのような、あとはファンクラブとかね、そういうところで大きな集まりとかもあるのではないかなと思います。みんなで遊ぼうよとかね、楽しい時間をみんなで過ごしたい、そういうのが入ってきますね。はい、あとジャスティスのカードも出てきています。ここね、たくさんの人が集まっています。フレンドシップだから、そうですね、コミュニティとか、あなたとお日様を含めたこの輪ですよね、つながり、これを作っていったり、この中で楽しい時間を過ごしたいとか、もっとここの輪がね広がっていくとか、嬉しいことがあるんじゃないか、お日様から嬉しい発表があるんじゃないかな。告知かもしれませんね。ファンクラブ立ち上げましたとか、みんなともっと密にコミュニケーションが取れるような活動を新たに設けますとか、場所が作られるとかかもしれないですね。あとはまさしくライブ開催しますよっていうお知らせかもしれません。準備万端のカードも入ってるので、さあもういざ動き出すよっていうことをお知らせしてくれる、それはみんなが関わってくるようなことなんじゃないかなっていうこと。まさしくこちらもね、過去にさよならっていうカードが入ってるので、お日様のメッセージとして、今までいた場所から新しいところに移っていくとか、新しい活動が始まっていくとか、そうですね、そういうことも言われてるのかもしれない。こう今まで大変なことあったんだけど、それを乗り越えて今度から新しい世界で始める準備がもう整っています。またみんなでつながり合えるような場所も設けました。だから寄っておいで、楽しい時間をみんなで過ごそうよっていうことがお日様からのメッセージかもしれませんね。楽しいことがこれから待ってるよっていうことをあなたに教えたい。準備はもうできているよっていうこと、すごくいいですね。はい、なんかね、落ち着いた時間を終えて今活動期に入っていくっていう賑やかな時間がこれから始まるよってことを伝えたいのかなと思います。そしてそれはとても楽しくて甘い時間になるよってこともね、お日様からのメッセージで伝わっています。そしてあとね、ここたくさん人がいるのとジャスティスのカードが入ってるので、例えばなんですが、ここもねワンドの5番も入ってますから、いろんな意見がある中で、このファンの中でね、いろんな意見があって対立、割れた意見が割れるとか、好き嫌いとかね、その
意見が割れたところで、そこでお日様が仲裁というか、一つこのポイントとして注意事項としてこういうルールを設けましたとか、この発言には気をつけましょうとか、楽しい場になるように、こんな風にね、楽しい雰囲気でみんなが過ごせるように、コメントとかは気をつけてくださいっていうね、注意喚起のようなものがね、入るかもしれません。そんなに厳しく言われるわけではないんだけど、柔らかい感じでこういう風にしていこうねっていうことがお日様からメッセージとしてみんなに、全体に伝えてくるような気がしますね。一番大きいのは、これから新しいこと、みんなで始める何かがね、やってくるよってことをお日様が伝えたいのかなと思いました。はい、こちらがお日様が今あなたに伝えたいこととしてメッセージをお届けしていきました。あとはお選びいただいたこちらのカードからメッセージをもらっていきましょう。好転アドバイスです。こちらは Your past supports your fortune、 あなたの過去が未来を作り上げるというメッセージです。はい、このカードですね、今まで歩んできた推し活の歴史ですね。ここね、関係値、より良い関係値にしていきたいっていうペンタクル7番も入ってるので、これからのね、推し活どうしていこうかなとか、自分の中で見えているものがあると思います。これまで歩んできた推し活、ここあなたが歩んできた道がこのまま未来を作り上げるんですっていうメッセージのあるカードです。はい、あなたのやってきたことがそのまま未来へとつながっていきます。だから自信を持って、そのお日様からのね、今どう感じてくださってるのかとか、これからのメッセージや今のお互いの距離感についてもカードを出していったので、ポイント押さえたりとか、お日様からのメッセージを受け取ってぜひ励みにしていただいて、そのままね、あなたの感謝の気持ちというのをね、表現し続けていってください。今お日様に伝わっていますからね、自信持ってくださいね。はい、過去のあなたがこれからの未来を作るというメッセージでした。今回は推しシリーズ、私の推し活をお日様はどう見ているのかについて見ていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは2番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推しシリーズ、私の推し活をお日様はどう見ているのかについて見ていきます。よろしくお願いします。早速カードを使ってお日様があなたのコメントや SNS 投稿を見てどう思ったのかっていうのを見ていきます。それでは見ていきます。あなたのコメントなどを見てどう思ったのか。まずここに朝のね、アファメーションっていうカードが入っているので、毎朝とか、朝だと思うんですけど、決まった時間にお日様がコメントや、コメントを見ていたりとか、決まった時間、大体のこの時間に活動していたりとかですね、コメントを拾ってもらうイコール配信とかだと思うので、だったりとかね、何か同じ時間に投稿していたり、おはようのツイートをしていたりとかかもしれません。それに対してあなたが反応しているっていう、その決まった時間にっていうのが入ってくるんですね。特に朝チェックをしてるんだったら、毎朝チェックしてるのかなとも思います。自分で英語さしていたりとか、タグ付けで見ていたりとかしてるのかなとも思いますし、お日様自身が同じ時間帯にいつもだいたい決まった時間に、多分朝だと思うんですけど、朝じゃなかったとしたら夜だいたい8時ぐらいとか9時ぐらいから週何回とか、だいたい決まった時間にいつも活動しているっていうのがまず入ってきます。
はい、すごく前向きになれるっていうのも入ってくるんですね。あなたのコメントなどを見ていて前向きになれる、リアルタイムで拾っている可能性もありますね。あとはそのリプライとかね、ツイート X とかの投稿とかでも、あなたの投稿リプライとかを見たりとか、または返している可能性もあるなと思いました。一つになるっていうね、素晴らしいカードが入っています。あなたの推し活を見ていて、すごくねこうギュッと抱きしめたくなるぐらい愛おしさを感じるっていうのが入ってくるし、こう今まで自分が頑張ってきた活動をちゃんと見てもらえてるんだっていうのが伝わってくるよっていうのがね入ってくるんです。頑張ってきてよかったとか、今まで悩んできたこともあるんですって、お日様が。この活動内容で良かったんだろうかとか、こんな発言をして良かったんだろうかとかね、自分自身の、活動の方向性とか内容について悩む時もあった。夜眠れなくて悩んでいてどうしようって考えすぎちゃう時もあったんだけど、自分が諦めずに頑張ってきたことがこうやってファンの声、あなたの声っていうのが反射されて帰ってきて、巡り巡って自分のところに帰ってきて、あなたのコメントを見つけたことによって、こう頑張ってきてよかったんだとか、応援してくれる人がいるんだとか、そういうことで勇気もらったよっていうのが入ってきます。自分にとっての大きな希望の光のようにね、あなたのコメントのことを感じています。すごくね光に照らされているんですね。この2枚も特にそう感じますし、このスターのカードもね、今まで自分が信じてきたもの、信じ続けてきてよかった、奇跡がこれから起きるんだっていう風にとても前向きに捉えてくださっています。そしてここね、一致合致というか、お日様とあなたが一緒になってるというかね、こう一つになっている、一つになるっていうカードが入っていますし、あとこちらのペンタクル6番っていうのも、与えるもの与えられるものとしてお互いが成立している、うまくね綺麗に美しく調和が取れているっていうカードだから、あなたのコメントを発掘したんじゃない、掘り起こしてみて見つけて、それがすごく嬉しいコメント内容だったと、心のどこかに響くようなコメントだったんじゃないかな、投稿内容だったんじゃないかなっていうのが入ってきます。その自分と考え方が似ているとか、マニアックな趣味の、このこだわりが分かってくれたとか、あと落ち込んでいた時にとても励みになったっていうのが入ってきますね。本当に頑張ってきてよかったということで、あなたのアカウントとかをメモしていたり保存していたりとかして、そのコメントだったりとかをねしていて、繰り返し落ち込んだ時に見たりとかしていると思います。決まった時間に活動している方が、毎朝自分のことについてね、ファンの人がどういうコメントをしてくれたのかってことをチェックしていると思います。その中にあなたのコメントっていうのが入っていて、それはすごく嬉しいことを書いてくれてるっていう認識でいらっしゃいます。はい、ここまで見ていきました。ではこの後見ていきます。まずお日様と今のあなたの距離感や2人の関係性などについてタロットカードでまず4枚カードをもらっていきます。これからの推し活についてどういう風にしていけばより良くなっていくんだろうかっていうね、ワンポイントアドバイスももらっていきましょう。毎朝アファメーションを唱えている、前向きなことを考えている、前向きになれる、朝起きてコメントを見て前向きな気持ちになれるっていうのが入ってます。それはすごくいいことですよね。そしてそのあなたのコメントを繰り返し読むことで勇気づけられているんじゃないかなと思います。はい、いいですね。はい、では見ていきましょう。チャリオット、ワンドの4番、カップのナイト、そしてペンタクルのキングです。まずこれからの2人のね関係性っていうところで、このチャリオットのカードとワンドの4番が入っています。お日様すごく安心して楽しいなっていう風に感じている、これからもその気持ち持っているよってことですね。あなたや周りのファンですねの方々とつながっている、コミュニケーションを取り合っている時間が自分の癒しや
楽しい時間共有できることがすごく嬉しいっていうのが伝わってきます。これからもファンとのコミュニケーションっていうのを大切にされると思いますね。例えば、ファンの声を取り入れて何かの企画をしたりとか、ファンが参加できるような企画を作ったりとか、みんなで楽しくして楽しい時間を過ごしたい。これがイコールこのお日様自身のやっぱり前向きな気持ちや勇気や元気をもらえることにつながっているんだっていうことが出てきています。そしてあなたの方はチャリオットです。今のままでとても素晴らしい、推し方、素晴らしい推し方ができているから、どうぞこの流れを止めないでそのままで進んでいきましょうっていうことと、いつも常にね、この軽やかな気持ちっていうのを忘れないでっていうメッセージが入ってきます。自転車にお花ついてますね。華やかで軽やかで、風に乗ってね、軽々と自転車を漕いでるように見えますね。このように軽やかさとか柔らかさとか華やかさっていうのを持ちながら、この調子で推し活進んでいきましょうっていうメッセージが入ってるので、とても素晴らしい関係性でこのままもね、流れていくんじゃないかなと思います。いいですね。やめないでとか止まらないでっていうのもね、伝わってくるので、いい関係のままこのままね、推し活続けられると思います。そしてワンポイントアドバイス、この2枚からもらっていきましょう。ロマンチックあげるよっていう風に言われていること、これはそのお日様もそうだし、あなたもそうだと思う。お互いがロマンチックとか優しさですよね。あと夢見る気持ちとか優しい気持ち、これらをお互い共有していけるんじゃないかと。多分ね、お日様の方もあなたやファンの方々にと楽しい時間を過ごしたいっていうところが出てきているので、それであなたに貴重な体験とか時間の共有とかをこれから提供してくれると思うんですよね。ファン参加型の嬉しい気持ち、届けられるよっていうことと、あなたもあなたでこの軽やかに応援していくよって、時にはそれはお日様を救うことになってるんだっていうことで、そういう意味でね、お日様にあなたの優しさが届けられると思う。お互いが与えられる、与えるっていうね、関係性はずっと変わらずにキラキラした関係性でいられるよっていうこと、そしてそのキラキラした思いがやがて形や豊かなものになって、豊かなものっていうのは決して目に見えるものだけが全てではないよっていうふうに言われているカードなので、目に見えない結果かもしれないけど、気持ちがすごく充実する、満足する、癒されるっていうのが強く出てきています。お日様もそうだし、あなたもそうだ。そしてプラス、多分ペンタクルキングなので、やっぱり形になって何か成功とか、もう目に見えて数字に出るとか、結果が出るとか、受かるとか、抜擢されるとか、お日様の活躍っていうのがこれからも確立されていくし、そこだけじゃなくて、やっぱりこのキラキラした思いっていうのもちゃんとあるんだよっていうことが言われています。なのでお日様がこれから活躍の場が広がっていくし、確立された人気っていうのも約束されているんですが、そこの地位とか名誉だけじゃなくてね、ファンの方々とキラキラした時間を過ごしたいっていうことはこれからも大切に持っているよっていうメッセージが入ってきています。ではお日様からあなたに伝えたいことということでカードをもらっていきます。あなたに今伝えたいメッセージです。はい、ファザーヒーリングです。そしてあとシャドウキャットとタロットからももらっていきます。ファザーヒーリングっていうのは、まずそのお父さんっていうワードがそのまま入ってきます。父親もしくは目上の男性や、もうまさしくファザーなので男性ですね。目上の方、失礼しました。目上の方がそのあなたの心の癒し、そしてお日様の心の癒しにつながっていくだろうっていう直接的なメッセージなんですけど、どうでしょう。お日様がね、年上の方だよっていう方、年上の男性の方だよっていう方は、まさしくそのお日様がこの今ここの絵柄に出ている、男性の金魚、男性の人魚ですね
トのことをね表していると思います。もう少しねカードを見ていきましょう。注目が集まる、注目の視線、注目を集めよう。そうですね、これ2つ意味があって、1つはあなたがその推し活について、やはり前に出てもいいんじゃないかと、チャリオットのカードも出ていますから、もっと前に出てきてもいいんではないかと、そしてお日様の目に留まるような活動をこれからもしていっていいのではないかなっていうメッセージも入っています。ワールドのカードですね。一つになるとワールドが出てきてます。完成されるとか一つになる、そうなんかこう結びつき、ご縁とか、あとやはり何かを成し遂げるファンの方、あなたとお日様が一体となって何かを作り上げるのがこれから出てくるんじゃないかな。今もうすでにあるよっていうね方もいるかも。ルーティーンとして朝お日様がおはようツイートをして、それに反応してリプライもらったことがあるとか、何か反応をもらったことがあってとかっていう方もいるだろうし、もうすでに何かしらお日様から反応をもらってる方もいるかもしれない。これからもっとねあなたが前に出てきてもいいよっていう注目を集めましょう。お日様からの視線をねもっともっと奪っていいよっていうカードも入っていますし、あとこちらのファザーヒーリングですね。年上の男性や父親、あなたのお父様にあたる方かもしれません。お日様にも該当するかもしれませんが、この方との関係性の見直しや、関係性を良好に保っていくことで、それがね自分自身の成長や心の成長ねや、癒しにつながっていくっていうカードなんですけど、お日様がそれを一体どういう意味で伝えたいのかなってことをもう一枚ねマーメイドのカードからもらっていきましょう。これは一体何を指しているのか。そのね父親や年上の男性との関係の見直し、これもヒーリングですね。心を癒すヒーリングのカードが2枚入ってきているので、あなたに心穏やかにストレスなく過ごしてほしいっていうのがすごく強く伝わってくるかなと思います。そしていかにあなたが癒しの力を持っているのかっていうこともこの2枚で伝わってくるんですね。お日様の悩みとかを元気づけてくれたとか励ましてくれたような過去があってね、辛かった時にあなたの投稿やコメントを拾って掘り起こしてすごく救われたっていうお日様の印象とかも入ってきていますし、今の関係値やこれからのメッセージとしてもやはりあなたには癒しの力があって、どうかそのままのあなたでいてほしいっていうことと、あとこの男性っていうキーワードにちょっとね当てはまる方、お父様だけではなくて目上の男性やもう男性そのものっていうことで、何かね心にトラウマを抱えていたり引っかかりを覚えている方っていうのはそこを癒してほしい。異性に対して信じる気持ちを持つのかもしれないし、あなたが否定的に捉えていた部分はそうではないよってことを伝えたいのかなと思うんです。乗り越えていける、あなたなら乗り越えていけるし、その力添えになりたいっていうお日様からのメッセージ。そしてどうかあなたはあなたのままでいてほしい。なぜだったらその癒しの力っていうのはこう2枚も出てきているので、すごく人よりもね人1倍とか人2倍癒しの力を持っていて、みんなに光を与えていけるような力強いパワーの持ち主なんです。だからそのあなたの癒しにもこのお日様は癒されていると、何も変わる必要はない。そして何かに恐れているのであれば、今それから癒されてあなたが乗り越えてね、これから一つ成長していく時がやってきてるんだよっていうお日様からのメッセージですね。ヒーリングが2枚入ってますね。もしあなたが今疲れていてとか悩んでいてとか
夜も眠れませんっていう状態、体調良くないっていう方は一度ね、癒しの時間を持ってください。自分のために、自分のそのヒーラーの力ね、癒しの力を自分自身に今割いてもいいんじゃないかっていうメッセージ。そして人一倍癒しの力を持ってるので、そのあなたの力で自分がこうやって今明るい気持ちになれてるんだよっていうことをお日様は伝えてきてくれてると思います。素晴らしいですね。一つになるというカードにワールド、二人、お日様とあなたっていうのは二人で一つのようなね、こう何かを成し遂げるような間柄なのかもしれません。そしてお選びいただいたオラクルカード Find Your Secret Flow、 こちらからメッセージをもらっていきましょう。聖なる流れを見つけましょう。流れです。何の流れを指しているのでしょうか。時の流れなのか、お日様との二人のね、この関係値の育み方なのか。この流れはとても神聖なものです。それを見つけましょう。もうすでに見つけているのではないでしょうか。確信しましょう。お日様も見つけているんですよね。あなたのことを、あなたの存在を拾い上げているんです。こんなところにいたんだねとか、こんなところにとっても嬉しいねことを書いてくれる人がいるんだってことに気がついていて、それはすごく癒しだっていうふうに伝えてきてくれてるので、ぜひそれを確信に変えましょう。そしてこれからもね、ご縁が続いていくと思うので、お日様との流れを確信してこれからも押し続けてください。はい、素晴らしいですね。世界のカードも入ってるから一つになるっていうのがこのお日様とあなたの共通ワードとして入っています。はい、今回は推しシリーズ、私の推し活をどう見ているっていうこととお日様からのメッセージをお届けしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。それでは3番をお選びいただいた方のリーディングを行っていきます。今回のテーマは推しシリーズです。私の推し活をどう見ているのか、お日様からのメッセージをもらっていきます。よろしくお願いします。ではまずタロットカードやオラクルカードを使ってあなたのコメントや SNS の投稿を見てお日様がどう思っているのかっていうのをもらっていきます。はい、お日様があなたの投稿、コメントを見てどう思っているのかっていうことについてカードを出しています。総合的に今お伝えできるのは、変化を遂げて結果明るい気持ちや、心に色鮮やかなカラーが戻ってきて軽やかに飛べることができるようになったっていうことです。ただどう思っているのかっていうことについては少し深掘りしたいです。なのでこのままちょっと一旦保留させていただいて、タロットカードでこのまま進んでいきます。あなたとお日様の今の関係値だったりとか、これからどのように推し活していけばいいのかっていうことについてまず出していって、そして深く見ていこうと思います。どう思っているのかっていうのが、まず入ってくるのが、いろいろ悩んでるんだと、だけど自分のことを最優先する。で、最優先するために直感で、そして自分の心の思う通りに動いていきたいってことは伝わってくるんですけど、それがお日様がそう思っているのか、あなたの、SNS とかコメントとかが制限されているのか、ちょっとそのあたりをね深く見たいので、そのまま次に進ませていただきます。もっと深掘りしていくと見えてくるものがあると思います。
はい、これで見ていきましょう。そしてね、今このお二人、お日様とあなたの関係性とか、そうですね、これからどのように向き合っていくのかっていうところでカードを深掘りして出しています。お日様ね、お休みのカードが出てきているんですよね。なので、近況、最近、パッとしないとか、活動していても結果がなかなか出なくて悩んでいるとか、活動そのものが休止になっているっていうね、その一時休止のカードが出てるんですね。ちょっと休んだ方がいいよとか周りに言われていたり、ファンの方々から見てもお日様ちょっと最近ね休み足りないんじゃないかって思う、心配されるようなそんなお気持ちとか状態っていうのが出てきてるんですよね。ちょっと休みたいなっていうところですね。そしてかなりね、こう見ていくとあなた自身の、コメントや、推し活ですよね、 SNS の投稿とかでもあなた自身がお日様のことについて悩んでるのか、悩んでいるお日様を見て心痛めているのか、心配だって思ってるのかね。そしてそうですね、あとはあなた自身がそのコメントすることをためらっていたり、推し活そのものですね、 SNS に投稿することが今あまりしたくないって思っているのかもしれないなと思いました。何かねこうパソコンを見ていてあまり見たくないなっていうところが入ってるので、これはお日様にも言えるかもしれないし、あなたの方もそれがちょっとね入ってくるかもしれないんですね。ちょっと気にしてるんです。スマホやパソコンを持っていて、なんて発言したらいいんだろうとか、どうコメントしたらいいんだろうっていうのも感じるし、あとその周りのファンの方々の書き込みとかを見ていて、あなたがあんまり見たくないなって、純粋に推し活楽しみたいから周りのファンの人たちの声は自分のところには目に入らないようにしようって防御している、自衛しているっていうのが入ってくるのとね、あとどうやって自分がコメントしたらいいのかな、残した方がいいのかな、コメントしない方がいいのかなってことについて考えてるのかなとも思います。お日様と少しリンクしてますね。お日様も同じようなことを思っているって、いろんな意見がある中で迷ってしまったりとか、時には見たくないものを見てしまって、多分ね自分に対する誹謗中傷だったり、好きとか嫌いとかね、こうだったああだったとかいろんな意見が飛び交うと思うんですよ。活動されてる方だから。それで自分の中で時々ねこう見なきゃよかったなって思うような、あとちょっと胸がねチクッと刺されるような痛いコメントとかもあったんだっていうのが入ってくるんですね。それはあなたのコメントじゃないところで、多分ねそれはお日様の状態的に今あまり活動的ではないっていうのが入ってくるので、だからそうですね、以前コメントでこう深く自分が左右されてしまったりとか、焦ってしまったりとか、例えばねまだなのとか、いつやるんですかとか、そういうせかされるようなこともあったかもしれないし、自分としてはもう少しね自分のペースでやっていきたいんだけど、周りの人の期待の声に応えることがなかなかできなくてプレッシャーに感じちゃったっていうお日様っていうのがね伝わってくるんですね。なのでリンクしてあなたもどこまでお日様に突っ込んでいけばいいんだろうとか、自分の思いの丈をぶつけていいんだろうっていうことで距離感について考えているっていう方もいらっしゃるんじゃないかなと思ったんですね。パッと読み取ることができなかったので、お日様がすごく繊細な方とか、あなたがすごく繊細で、そしてあなたも推し活のことについてどの距離感でやっていけばいいんだろうとか、どれぐらい自分っていうのを出していけばいいんだろうってことで悩んでいるっていうのが伝わってきます。すぐに読み取ることができなかったっていうぐらい複雑な心の心境っていうのが伝わってきます。お日様がじゃあこれからどうなっていくのかって言ったら、今こう低迷していたりストップしているような状態だとしたら、そこから盛り上がっていきます。回復して、ここね変化の後に豊かさがやってくる、それはすごく嬉しい変化なんだっていうことで、こう今ひっくり返っていたりとか、地面の底にいるかもしれないけど、今変化の時がやってきて、その変化を超えて、天気を超えてね、お日様自体が
これから活発的になっていくとか、変化を遂げて成長していくっていう風に言われているカード、喜ばしい変化です。そしてそこから軽やかな気持ちになる、ストレスから解放されるとか、制限から抜けてありのままの自分でいられるようになるっていうのが入ってきてるんですね。でそしてお日様から見たあなたの印象としてもここが入ってきてるので、お日様のことだけじゃなくてあなた自身も多分心が軽くなっていくと思うんです。自分らしさで応援していけばいいんだとか、あなたの思うままに表現してほしいっていうね、お日様の意見とか気持ちっていうのもここに含まれているんですね。あなたの思うようにやってほしいと、とらわれないでほしい、周りのことを気にしないでほしい、あなたらしさのままでこれからも応援してほしいと。そして自分も今止まっていたり苦しいことがあるんだけど、チェンジ変化して嬉しい出来事がこれからこのお日様の生活に活動に訪れてくるから、それを見ててほしいっていうお日様からのねメッセージも入っています。あなたも気持ちがすごく楽になるんじゃないかな。推し活している最中は自分らしくいられるとか、会社ではがんじがらめになっていてとか、人間関係で苦しんでいるんだけど推し活している最中は夢中になれるとか、自分らしく過ごせるっていう方もいると思います。そしてお日様との関係性もやっぱり見ていくと、ここね SNS 投稿とかコメントの仕方について少し一度考える時が必要になってくるかもしれません。これはお日様にも言えるかもしれないですね。何かねこの SNS 関連についてそこまで大きく荒れてはいないんだけど、行き違いとかね、もうちょっと自分の声を聞いてほしいなってファンであるあなたが思っていたり、またはお日様が今活動を休止しているから、休止している間は休養に専念したいなってことを言いたいのかもしれないし、かなりこの SNS のやり取りっていうことで見た見ない、届いたあまり届いていないというところでね、バランスがこれからどうしていこうかっていうところが入ってきています。しかし結果的には良いものになっていくので、今のこのお日様の状態があまり良くないんだと思います。変化の後にこれから素晴らしい出来事、状態っていうのが出てきているので、何かねあなたもお日様も自分らしくいられるようになるんだっていうのが伝わってくるんですね。2人あなたとお日様がゆっくりと話をする時間がこれから設ける必要があるし、そうなるだろうっていうのが出てくるんです。2人きりでね対面してお話しすることってそんなにないと思うので、あなたの声がお日様に直接届くような機会がやってくるんだと思います。今まで自分で抱えていた、そのお日様に対してどこまで発言していいんだろうとか、どれぐらいコメント残していいんだろうとか、頻度とかね、距離感とかってことを考えて悩んでいる方いらっしゃるんじゃないんでしょうか。どれぐらい攻めた発言していいのかなとか、どれぐらい積極的になっていいんだろうかとか、もっと深く知りたい、お日様のことを深く知りたいから過去の配信とか過去の動画を見たり、過去の、ツイートとかを見たりね、遡ったりとかして深く深く知っていこうっていうふうに思っているあなたもいらっしゃると思います。なのでそのあなたの思いとか悩みですよね、葛藤しているところがお日様に直接届く時がやってくるし、届けましょうっていうのもポイントとして入ってくるんですね。思う通りに動いていきましょう。何かね止めていたとか止まっていたものが動き出していくので、きっかけとなるのはお日様がまず状態を回復させて、そして転機を迎えた後は凛とした姿でここに座ってみんなの話を聞けるような状態になっているということです。そしてファンの声、あなたの声が届いた後にはここですね、カップのエースが入ってくるので、さらにね自分の心の思う通りにあなたもお日様も動いていくことができるでしょうっていうのが入ってるんですね。今何か苦しいとか活動的にあまりねお日様が活発的になっていないのかっていう、少しだけそういうのが入ってきますね。またはあなたが推しについて深く深く知ろうとしちゃうんだとかね、それを止められないとか、そんなところも入ってくるかなと思います。お日様がどういうふうに感じてるのかっていうのは、こ
こうね、全般的に入ってきますね。お日様の今のその状態にもよるんですが、あなたのコメントとかを見てもっと自分らしく表現してほしいなっていうことでしょうかね。この2枚がそれを言っています。自分らしい時間を持って、あなたがゆっくりできるような時間帯にコメントしてほしいなとか、焦らず急がずゆったりとした気持ちでいつもいてほしいなとか、あとそのコメントするしないとか推し活するにあたって悩んでることや制限かけてること、苦しんでることがあるんだったら、そこまで無理しないでっていうようなね、そのお日様の印象かな。どこかであなたが無理しているような、それは推し活以外かもしれない。仕事忙しそうだなっていうことかもしれないですね。制限と、あと自分自身を解放させるっていうね、極端なカードが入ってきてるので、どこかであなたが無理をしているとか、自分の生活が苦しくて推し活しているときはすごく癒されてるっていうのが伝わってるのかもしれない。ではお日様からあなたに伝えたいこととしてメッセージをもらっていきます。お日様があなたに伝えたいこと、プロテクション、そうですね、自分の心を大事にして、自分の安全を守ってっていうことですね。その自分の推し活の範囲かもしれないし、そのあなたの心の安全をっていうふうに言われてるので、やはりあなた自身が制限かけてる、苦しいとかあんまり見たくないなとか思ってることがあるんじゃないでしょうか。推し活の中なのか、自分の生活、実生活の中なのか、なので安全圏を守ってください。どこからどこまでがあなたらしくいられる範囲なのか、その範囲の中であなたらしさを大切にして、自分のことを優先にして、自分の気持ちをね大切にして、そのようなメッセージが入ってきます。あとは復縁のカードですね。ダメになってしまったものも再び巡り合うことができるだろうと。復縁、再び縁はまた巡ってくるだろう。再びチャンスはやってくるだろう。もう1枚もらっていきましょうか。シャドウキャットのカード、運命の恋。やがて景色は変わっていく、移り変わっていって、それでもここはね、お互い離れずにいたいお日様とあなたが常に寄り添っていたい。そして自分たちがいつも同じ関係値であること、同じね2人が一緒にいて安心できるっていう存在であること、あなた自身がそう感じてくれていること、そしてこのお日様とはご縁を感じるので、運命とか復縁とかあるので、一回離れてしまってもとか、活動が休止してもとか、活動する場所が変わってもまた再び2人は巡り合うだろう、近づくだろう、推し活を続けていけるだろう。お日様が活動のピンチになったとしても盛り返していって、またあなたが応援できる場所が作られていくだろうっていうメッセージです。あとタロットカードからもね1枚もらっていきましょう。運命と入ってるので、このお日様とは長いお付き合い、長い推し活になるのではないかと思います。お日様も活動がそのまま長い活動になると思います。今苦しいとかあったとしても、この後ね嬉しい変化っていうのが訪れます。お日様が伝えたいメッセージ、タワーのカードですね。積み上げていく、強固なものにしていく。あとタワーね、衝撃、予期せぬ出来事がある。だけどこのホットケーキはね崩れていないので、何かね予期せぬことがあったとしても信頼関係だけはここね保ち続けているよとか、さらに強いものになるよとか、余分なものは落ちていって本当に美味しいところだけが残る。その美味しいところっていうのはここです。あなたの安心できる範囲です。安全圏内、あなたを守る、あなた自身を守る範囲、この範囲、聖域というか、この中で推し活を思う存分ねぴったりと寄り添ってやっていってほしい、やっていってほしい、あなたらしさのでやってほしいっていうのがお日様からのメッセージです。まず自分の身の確保、身の安全の確保を第一に考えてほしい。そして
その推し活を続けていく上にあたって自分自身が傷つくようなことは決してしないでほしい。揺れるようなことやどうしようって突発的に何かが起きるようなこともあるだろう。で、何かがあったとしてもまた再びね巡り合うんだ。また再び同じ場所にいられる。2人は一緒にいられるんだ。なぜならそれは運命だからっていう風にね、景色が変わっても2人が寄り添っているところっていうのはずっと変わらないんだよっていうのがお日様からのメッセージです。そして最後に好転アドバイスとしてお選びいただいたオラクルカードからメッセージをもらっていきましょう。サクセスイントランスフォーメーション、これは素晴らしい変化を表しています。これから変化が訪れるでしょう。ここね、お日様のところにもチェンジ、嬉しい変化っていうのが現れていたので、お日様もしくはあなたの推し活や生活がより良いものになっていくだろうっていうのが言われています。変化っていうのが入ってくるので、お日様の活動が変化することによってあなたの気持ちも楽になるとかね、その2人がリンクしてるんですよね。お日様が変化するのか、伴ってあなたも変化するのか、お互い変化っていうのが入っています。そしてそれは素晴らしいものであり、成功が約束されています。なのであなたはその素晴らしい変化に乗っていきましょう。様々形を変えて景色を変えて移り変わっていく変化なんですが、必ず持ち続けてほしいのはあなたの心の声と、そして安全な場所です。これを確保しておきましょう。あなたらしくいていいんです。悩んだ時は周りの声より、あとね、周りがこう言うからとか人の目を気にすることなく、自分の心がどうありたいのかっていうことを指針に、これからも推し活してくださいっていうお日様からのメッセージでもあります。今回は推しシリーズ、私の推し活、コメントや DM、SNS の投稿などを見てお日様はどう思っていたのか、そしてお日様からのメッセージをお届けしていきました。これからもリーディング動画を投稿していきますので、高評価やコメント、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今回のリーディングは以上となります。推しシリーズ、私の推し活をお日様はどう見ているのかというのをテーマに見ていきました。いかがだったでしょうか。そして今回は共通メッセージでカードをもらっていこうと思います。シャドウキャットのカードと、こちらタロットカード大アルカナのみなんですが、こちらから共通でメッセージをもらっていきます。これからあなたが今そうですね、意識していくといいよ。どんな風に心の持ち方を持てばいいのか、どんな行動をしていけばいいのかということで、共通でメッセージをもらっていきましょう。どんな推し活をしていけばいいのか、3選択肢で鑑定はしているんですが、ここでも共通メッセージでもらっていこうと思います。背中を押してもらえるようなメッセージもらっていきましょう。そしてタロットカードからも1枚もらっていきます。失礼しました。はい、こちらでもらっていきましょう。早速見ていきます。はい、ついていく Follow You、 そして太陽のカードです。いいですね。成功です。明るい未来が待っているよっていうことで、背中を押してくれますね。守ってくれるようなメッセージが伝わってきます。こちらのFollow You、 ついていく、お日様についていきましょう。きっと明るい未来が待っています。そして程よいね距離感でこの黒猫がついていっていますよね。この距離感っていうのも意識してみましょう。あまり距離を縮めすぎない、詰めすぎない、程よい距離感で推し活をしていきましょう。そしてお日様についていきたいっていう思いがある限りは推し活続けていってもいいよっていう、そんなメッセージでもあります。はい、いいですね。あなた自身がこのお日様についていこうっていう決意をしているっていうのも伺います。その気持ちを大切に持ち続けてくださいね。あなたの心を鮮やかにしてくれるお日様の存在だと思います。とても大きな存在ですね。
はい、そして太陽のカードも入っています。あなたを明るく照らしてくれるようなお日様の存在でしょう。そしてこのお日様自身もこれからの活躍が期待されています。成功が約束されています。これからも活動を続けていかれるでしょう。応援してください。ぜひともお日様と一緒にね、気持ちを共有していきながら明るい未来になるようにっていうことで推し活続けてください。前向きな言葉、応援の言葉をかけてあげたりとか、いつも応援しています、そんなたった一言のコメントだけでも活動者であるお日様は救われるんです。はい、いろんな意見がね飛び交う活動者ですから、その中でもねいつもコメントくれる方っていうのはやはり心に残りますし、長く応援し続けてくれてる方っていうのも記憶に残ります。なのでこのお日様にあなたという存在が、ね、ずっとね残り続けていくためにはやはりついていくことと明るく応援し続けることなのではないかなと思います。この2つが揃っているとお日様に良いイメージで認識していただける可能性がぐっと高まります。はい、ぜひこの2つを共通メッセージとしてお受け取りください。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。